何年連続そんなんで殿堂入りしてますよっていうことをお客さんから聞いたりとかしますけど、おそらくその出元っていうのは口コミサイトだと思うんですよね。さすがにあんまり見に行かない。一応大学は行ったけどモチベーションも特にない、もったいないからやめて、その時お付き合いしてた人がパンが好きだったんだ。彼女が好きなパンを自分が毎日作れたら素敵だなっていう理由がそこに一つあったんですよ。それだけ。パン屋さんだけでも5店舗6店舗回ってますから、で合間にアルバイトとかも入ってるんで、自分のパンって何なのかも分かんないでフランスに行くと当たり前ですけど毎日来るんですよ、お客さんが。だってご飯だから。それを見てた時にあっと思って、もし僕が作るパンがとんでもなく美味しいパンだとしたら、それでもお腹を満たすためにしょうがなくパンを食べる人が悲しい気持ちで食べた時に、でも美味しいなって思う瞬間が埋めたら、その人の支えになれるかもしれない。なんかそういう素晴らしいものを作ってるなっていうのを初めて自覚したんですよね。最初にお店は地元にオープンしたんですけど、1年目はもう本当に毎日パンが余ってる。パンばっかり食べます。なんとかこう回るようになったのは3年ぐらいじゃないですか。まあメディアが興味を持ってくれて発信してくれてたっていう。駅から遠いけど当時パン好きさんのブロガーとかが、わざわざ来てくれたり、ようやく週末にお客さんがたくさん来てくれるようになって、11年の年に北新地がオープンしました。6時から6時半ぐらいに厨房に入って窯をやるなら焼き始めて、一通り焼き終わるのが3時から4時ぐらいで1500だと思うんですけど、うちの店の特徴としてはレストランとの仕事20件弱ぐらいですかね。元3つはありますね。東京も2つ星が1つ星ありますね。やっぱりフランスから帰ってきてどうか自然にパンができないかなっていう。だからミキシングは混ぜるだけ、時間が経ったら作業台に移して丸めてまた置いとく。一晩置きますね。ゆっくりじっくりイーストをなるだけで自家製酵母を2種類使って複雑味を出して焼いてあげる。料理人との仕事っていうのが、多い。食材に合わせてどれが合うのかなって思うとすごく面白い。例えばサラダとかオリーブオイル使ったりとかハムとか軽いものに対してはシャバダがいい、そこに強い粉の風味が入るとちょっと負けてしまう。ただ今度逆に煮込みであったりとかすると、例えばバゲットであったり大きな、ラミジャンというパンであったりとか、僕は NPO を立ち上げたんですね。長女が重度の障害児、なんでうちなんだろうとは思いましたよ、やっぱり。でもその子を通じて、いわゆるマイノリティ側に立ってみると、あまりにも不自由さがある、あまりにも理解されない。まず接点を生むことが大事だと思って、食を通じて、そういう場を作れるんじゃないかなって、今うちのスタッフに耳の聞こえない子もいます。生きていてよかったって思ってくれてることなんてすごく難しいことなのに、それはできたってことが、そのために全ての時間と労力があったと思っても素晴らしい体験をもらったなって思われた。その人がどういう仕事してんの、いいパンだねって言い合えたらそれでいいと思う。